本当煩悩変態。から人の一つの定義が正義を隠す。私はね、性ってだんだん退屈なものになってきて、でもともと人は動物でしょ、で動物の人とボノボ以外の他の何万種という動物は種を残そうとして繁殖のために一生懸命やってますよね、ほとんどそのために生きてるようなもんです、一日だけ地上に出てね、成功して死んじゃうっていう、例えばセミなんか10年ぐらい地中にいて、ようやっとこう抜け殻みたい出てきて殻を脱いでさ、ミンミンってのか鳴いて1週間で死んじゃうでしょ、4、5日で。その間に生殖も行うわけ、でほとんど生殖のために生きてて楽しんでませんよ、生存をかけて。いや死に物狂いですよね。そこは命をかけてるんですってね。食べられちゃったりね、メスに僕らに近いものでもね、チンパンジーもゴリラも楽しんでません。とにかく繁殖のためにしょうがなきゃ。ゴリラなんてあんな大きいのに生殖器は人間の4分の1しかないし、あと大体ハーレム作ってるったって子供抱いてるメスが多いですから、とてもそんなもの相手にならんし、だから年に2回か3回、まあ本当に嫌々やってます。やれる方も嫌々です。強いて言えばじゃあ、ボノボとかですかね。ボノボはちょっと本当ボノボ変態あれをうんとこう、反省したのが人類。だけどね、ほら進化ってさ、こう猿からこう人へってこう背骨が起きてくるような進化の図ってあれ嘘でしょ。あれは違うんですよ。進化っていうのはあくまで枝分かれなんだよ。だからある人とエイプ類っていうかおっぽのない猿ね、類人猿の共通の先祖からテナガザルが出て、それからそのテナガザルと分かれたものから何が出てっていうふうにこう一本の幹からこう分子してくるわけです、枝分かれ。でその共通の祖先というのがいてね、テナガザル以外の5種類の先祖からそのうちから次に分かれてくるのがオランウータンと、オランウータンが分かれてしばらくオランウータンを含む祖先からゴリラが出てるっていうふうにして、ゴリラから人が分かれたのは1000万年ぐらい前なんじゃないでそこから500〜600年前に分かれたのがチンパンなんですよ。だからね、チンパンと人が分かれた、その時のチンパンはコモンチンパンコモンチンパンジーって、コモンっていうのは普通のチンパンジーで、コモンチンパンジーの方から枝分かれしたのがボノボで、これは200〜300万年前なんですよ。人間は500〜600万年前にチンパンと分かれちゃった、だからボノボとは染色体的にも随分距離があるはずだけど性的にはすごくこの2つだけが異様に光色なんです、好む色の方の光色だけど、人間はさ、しれっとしてないボノボはしょっちゅうセックスしてますよね。励んでらっしゃいます。なんかその生殖のためというよりはコミュニケーションの一つとしてそうですそうですっていうことみたいですけど、もう一つの形のコモンチンパンジーがやるコミュニケーションとしてウォーがあります。戦争、チンパンジーウォーっていうのはいくつも記録があって、本当に皆殺しになるようなね、相手側が一頭ずつ超えていくような神戸の暴力団みたいなの構想みたいで、一人ずつ幹部が消えてって、あとメスが全部総取りみたいなで、子供は全滅させられるみたいな、こういう大体30頭が一群れですけども、30頭ぐらいが前後がね、でこういうのが全体にいなくなっちゃうみたいな。でメスが総取りか、メスはその中で10頭ぐらいですけどね、成熟メスは。
まあ言ってみればだからメスを囲んでオスが10頭10頭ぐらいと子供が10頭ぐらいかな、でもう30頭になっちゃうでしょ。でその10頭ずつのメス同士の交流がほとんどないのがコモンチンパンジーの特徴で、オスは非常にメスに対して暴力的で、メス同士は連帯性がなくいつも孤独で、あるいは子供を抱えてるぐらい、メス同士の会話はほとんどない。会話っていうかコミュニケーションはほとんどない。オス同士は結構連帯してて、何かがあると集まったり共同防衛とかやる。でこれがチンパンジーのコミュニケーションです。だけどボノボになるとボノボの集団もまあそう大きくはないんですよね。50頭ぐらいで30から50ぐらいで、これがメス同士すごく仲いい。ちょっとオスが一頭無理なこと言ってくるとキーッと鳴いただけでメスが5、6頭パッてこう、オスを取り巻いてオスはすごすごと引っ込むみたいな。でウォーにならないね。他の50頭グループとこっちの50頭グループが出会った時は代表したメスが大体5、6頭出てきて、こっちからもメスが5、6頭出てきて、そこでご挨拶セックスになる。これはタイもね性器が前の方にせり出してまして、ボノボは人間もそうなんですよ。だからコモンチンパンジーの場合交尾がどうしても後ろの方に陰列がついてるもんだから、こういう背中に乗る形、マウントする形にしかできないんですね。あまり体位の変化がない。もちろん木の上でやったり枝にぶら下がってやったり、そういうのは僕らにはできないのよ。ことができるのはね、それは腕力の問題だからだけどこれはできない。これができるのがボノ。でメス同士であろうとオスとメスであろうと、小児と成熟メスであろうと、もう見境なくやる。いわゆる正常位っていう形。正常位もあるし、これもあるし、それからぶら下がりもある。ちょっと考えられない。正常位ができるようになったのは何か意味があるんですかね。正常位ができるようになったのは目と目の見つめ合いとか愛の言葉を交わしながらの三つ子と月のセックスとコミュニケーションがセットになってるってことですか。そうですね。下も上もキスで塞がれなくても会話っていうのは十分は愛のコミュニケーション道具になるんじゃないですか。ボノボはまあ人間みたいに言葉を話さないですけど、でも似たようなその対面でできることでコミュニケーションを取ってるってことですかね。セックスの間にセックスの間にだからボノボはコミュニケーションがね、言語ってのがないのがね非常に痛いんですよね。逆に言うとねちょっと嫌な話だけどもサイコパシックなパセティックなね人のレイプの時も相手がこうコンクリに顔を叩きつけるような形でもうほとんど気絶とかなすがまま状態になった。でそれで、コントロールの目的は完全に果たしてるんでしょ。それでもやっぱり成功はするんですよ。レイプのこれは何て言ったらいいのかな、念のためなんだろうダメ押しみたいな、ダメ押しセックスみたいな。だから暴力が目的でだからセックスが目的じゃないんですよ。一部の人のレイプは。だからこれはやっぱり破壊とかね、その制圧で性はあくまで念押し、ダメ押し。ふと思ったんですけど、その交配っていうんですかね、動物は大体そうっていう話、
上野動物園で猿山とか見てるとさ、いきなり後ろから突進してオスがメスを、みたいなのシーンを見たことあるんですけど、そう思うとですね、その対面でやろうとあんまり長くないでしょ。はい、そうマウンですね、一トしてる時間瞬ですけど、嫌なんですよ。それにしてもその同意を取るとかそういう手順はないですよね。ないんですよ。ただこう対面でしようと思うと、もともとね、そんなね、はい、合意するようないいもんじゃないんですよ。いや先生、それとは今ふと思ったのは、その対面でするようになったとしたら、そのある程度なんかその受け入れてもらわないと難しい対じゃないですか。こう後ろからだと不意に襲うってできますけど、対面でするっていうことになると、相手のある程度やっぱり協力がないとできないんじゃないですか。おっしゃる通りだね。あんまり考えたことなかったけど、いいアイディアだね。そうですよね。普通だから人間の場合、向き合ってのセックスが多いのはそれがあるんじゃないですかね。その合意っていうのはね。だからちょっと元に戻るとね、ボノボのセックスと人間のセックスってのは非常によく似てるところなんですよ。それはセックスが快楽であるって言ってる。で他のあらゆる動物でセックスっていうのは非常に危険な、交尾のためにいろいろな化粧とか、クジャクの化粧もそうだしね、それからお長鳥なんか尻尾が長ければ長いほどメスが寄ってくるとかね、そのために襲われた時に尾が邪魔になって逃げ切らずに食われちゃうとかっていうことがあるぐらいに非常に危険なほどにその交尾用の色彩とか目立つ形を取ったりね。だけど性交渉そのものは短い。一言で言うとみんな非常に襲われる危険と、それから余計なコストが高くなるんですよ。クジャクにしても羽を派手にする、尻尾を長くする、非常に高いコストかけて、で逆に言うとそれがメスにとっては魅力になる。これ性闘争のためにどうしてもかけるコストですね。それに耐えて頑張ってるオスっていうのは他のところも頑張れるだろうみたいな、強さの象徴みたいな。で文字通りヘラジカみたいにね、こう角と角を組み合わせたまま動かないで、それだけでもメスに選ばれるための競争の段階で死んじゃったまま化石化したりね、でそういうのもあるくらい。だけど人間の場合はですね、人の場合とボノボの場合はエクスタシーを伴うんです。性交時にね、チオリダジンっていう脳内のホルモンで、これは薬として買えばそれこそエクスタシーという俗名で呼ばれてる MDMA のタブレットですから、だからこれと同じような物質が脳内にあふれるんだ。わざわざ暴力団から買ったり、アメリカまで行ってね、アメリカだって非合法ですからね、一種の夢みたいなもんですよ。ヘロインやってさ、時々そのエクスタシー飲んでね、冷めたらもう一回ヘロイン飲んでって、それで365日確実に死には向かうでしょうけど、そうやって性を伴わない合成麻薬だけのオーガズムとヘロインの陶酔の中で死んでいく、これ人生としてそれが大金持ちだったらできるでしょうしね、あなたが言うようにさっきのサドマゾなんかよりずっとラグジュアリー、サドマゾというのはすごく単純なゲームじゃないですか。あまりにも様式化して、この辺にいっぱいいて女王様ずいぶん来るんだよここ。だけどね、君はね何人も会ってるけどね、私が言わない限りそんなアルバイトしてるって分かんないぐらい地味な女の人がいる。大体大きなバッグ持ってきてる。
ここへ来る時にあ商売道具みんな持ってるとは限らないからね。いや大体こんな眼鏡かけてさ、洋式、まあ本当洋式でしょ。それで大体こうメニューも決まってるしね、おむつゲームの方になるか、お尻ペンペンしてもまあ、要するに母親と幼児とか、それからおむつ替えとか、まあ大体そういうようなのが結構大きな、ジャンルなんですよ。でちょっとその快楽を求めてるっていうお話でしたけど、で快楽の話でエクスタシーの話出てきましたけど、そのセックス、まあ、性行為によるその、快楽っていうのはそのエクスタシーによるものと、その脳のその、反応的には同じものなんですかね。それなんか幸せホルモンっていうのもありますよね。オキシトシン。オキシトシンだ、オキシトシンとかああいうものの生理反応とはまた。オキシトシンってエクスタシーとほぼ同じです。あ、そうなんですか。薬理的に同じなんですか。オキシトシン系統のオキシトシンと同じ効果を外部から取り入れようとすると MDMA 使うからね。そうなんですか。でそれで結果としてはオーガズム。でオーガズムをということが生物現象として起こるのは人とボノボだけなんです。そうなんですか。でさっき言ったようにボノボはちょっと直立二足歩行に近いんですけどね、立ち方が人間ほどじゃないんだけど、コモンチンパンよりずっと直立二足に近いですよ。正規も前型についてるし、人と似てますね、確かに。ただね、どうして人を隠すんですかね。人ってでも最初から隠してたんですかね。隠さないと人って言わないんですよ。そうなんですか。人っていう種類になった時から人の一つの定義が生理を隠すってこと。そうなんですか。それから生殖行動、生殖時期を、排卵期を隠す。それから性交触を隠す。性交触っていうのはね、ちょっと我々考えにくいけど、他の6種のエイプ類、人も含めたね、中で他の人以外の5種類はみんな生殖色を示すんじゃないかな。わかります？この人今排卵中だとか。いやそこまでは絶対わかんないよ。本人だってわかんないぐらいだよ。